音質比較動画の違い、難しかったですね。そうだね、今回は周波数特性の違いより広がりに関しての違いが大きかったから実機で聞き比べないと分かりづらいね。でも VX Pro 単体で聞いてもらえれば特徴は出ていたと思うよ。 VX Pro の進化で大きいのはダイナミックドライバーがカーボンナノチューブってとこがポイント高いと思う。タイトでにじまない質感って印象で、カーボンナノチューブは他モデルで聞いても今まで悪い印象ないからね。実機で聞き比べた VX との違いのポイントは感触系でシャープ、低域もカーボンナノチューブのおかげかにじまずタイトで量感もある。解像感の高さから音の隙間にバックパートの小さな音がしっかり聞こえる。ファーストインプレッションの時と被るけど VX Pro はこんな印象を持ったモデルだね。はいも聞いてみましたけど、今まで聞いた TRL の印象とはちょっと違って聞こえ、気に入りました。セールの時まで待って買おうかな。そこはお財布と相談で。 VX Pro に弱点はないんですか？そうだな、強いて言えばモニターライクな直線的な音は耳への疲労が早く来るので VX Pro を聞くときにはこのエアピを常用しているよ。1パッケージに高音量、低音量がセットになっていて、今回はやや高域寄りなバランスの VX Pro に低音量を使ったんだけど、低域が増した感じになる。長時間つけた時に閉塞感があまりない。ちょっとした開放感、少し音に逃げ場がある感じという良い印象ばかりなんだけど、これは装着してみないとわからない部分だね。波形でもあんまり違いは出ていないけど、実際には耳が少し楽という感覚なのでおすすめだね。過度な期待は禁物だけど、しばらく装着した時にあれなんか楽って思う感じ。そうなんですね。これも買っておかなきゃ。内径が約 3.8mm で VX Pro や ZAX などの 5mm タイプの軸径だとちょっと無理やりつける感じになるので自己責任でお願いします。最後に TRN-V シリーズの最近のモデルの比較波形を見てみましょう。 4BA の V90 は当初は低域が強いなと思ったけど、こうしてみるとそれほどでもないかな。この比較では中高域が一番しっかり出ていて、買った当時結構いいなと思ったのもうなずけるね。5BA の V90S はちょっと極端で低域を抑えた上 6kHz 付近もかなり抑えていて、第一印象はかなりの高域型に感じたね。 VX になって低域は V90 を踏襲、中高域以上は V90 と V90S の中間を狙ったようなチューニングに BA も増えて聞きやすくなったなと思った記憶が。で VX Pro に戻ってみると、この比較でも低域はそんなに弱くはないし、2から 4kHz あたりはそんなに強くないけど 5kHz 付近もそのまま減衰せず 8kHz へのピークに向かっていくので、このあたりが高域の明るさなんだろうなと。 BA の数やダイナミックドライバーの違いもありますから、さらに変化しますよね。そうだね、今この4モデルを何も持っていなかったら VX Pro をおすすめすると思うけど、 VX Pro じゃなかったら価格も確か3000円台だったと思うし V90 を聞いてもらいたいかもというのがこの比較から思ったことでした。イヤピでの調整も含めて感触系でモニターライクな TRN-VX Pro の印象はとても良かったので聞いてみてもらいたいモデルですね。ということで TRN-VX Pro のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。